制作会社からガンガン電話かかってくるようになって。面白い。写真機書き中。写真機書き中。今回は横浜の館内に来てます。館内。前々からカキが使っているマウントアダプターを特集する会をやりたいと思って、今回は MUK カメラサービスさんに来ております。明らかにプロって感じの雰囲気が漂う。今回はみんなちょっと気になってるいろんなレンズが使えるマウントアダプターについて MUK さんとカッキーでぜひマウントアダプター談義楽しみに。 MUK カメラサービス。おー、プロの匂いがプンプンしてきますね。このキーでちょっとはい、失礼します。いきなりの圧巻。すごいラインナップがいきなり。すみませんね、いきなり中野と申しこの度よろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はありがとうございます。ありがとうございます。杉江さんはここのサービスはどういうサービスをしてる店舗なんですか？ここはね、僕はネットが始まった頃からアダプター売ってたんですね。もうそんな早い時からネットが始まったことで、フィルムの一眼からデジタル一眼が出たような時なんですね。2000年2001、2年とか頭ぐらいですよね。僕がここ始める時は2008年なんですけど、その時結構業界が元気なくて、カメラ屋さんとかなんか畳むとこが多かったりしたの、中古カメラ屋さんとか。でそこでね、いやこれはネットばっかじゃなくて、実店舗でやろうと思って、でその時ちょうどね東京カメラサービスっていうところで習って、でカメラ修理と一緒にやりゃいいんじゃねえかと思いまして、それで始めましたね。なぜ館内だったんですか？それはね、全く地元だからっていう。地元が館内なんですね。部屋を体験させていただくだけでも一回片付けらんないからすげえ一生このままでいいと思いますよ。またなんか日差しがいいのがすごいですね。すごいマッチング。こう見えてやっぱちゃんと片付いてるんですよね。やっぱね。いやいや、そうなんか多分ここがこうなんだろうなっていろいろ考えられるんですけど、いい形だと思うんですよね。僕気になってるのはこれが 3D プリンターですか？そうです。なんと。いやだからなんかよく考えるとものすごい詰まってる空間で面白い。みたいにあると思ったら 3D プリンターがあるんですよ。そう。あらゆるやっぱ方法でこう世に編み出されてるというか生み出してるというか。だってそこにあるのはあれよね、シグマのクワトロにオリンパスがついてるんですよ。そうなのよ。ちょっとよろしいですか？これね、普通に考えりゃこれアダプターつけたらつくんかなと思うじゃないですか。これでもアダプターこれね、もうシグマのマウント抜いちゃって OM がついてるんですよ。めちゃくちゃですね。めちゃくちゃやってるじゃないですか。すげえ、もうビター入ってるし、だからフォベオンに OM の随行がついてる、こんなんしかもなんでしょう、ほぼネイティブみたいな感じでついてる。そう、ポン漬けでつくってことでしょこれ。このレンズが最高にいいんですよ。これはこれがね OM の28の 3.5 っていうその安い500円ぐらいで売ってるようなレンズなんですけど実は持ってます。これが抜群にデジタルと相性がいい。デジタルでやったことない。いやだってこれさこんなんあれですよ、欲しいと思う人がどこにいるのか探すのが大変。いやでもこれは撮りたいよ。こんなさフォベオンでさ、それこそオールドレンズをさマニュアルでさ楽しめるとかって、もうこんなんよだれ出ちゃうよこれは。写真機書き中。こういった失礼ですけどニッチですよね。そうです。いわゆるね、隙間にある産業をわざわざこう自分たちで苦労して作りに行って、でしかも本当にそれ売れるかどうかなんで全くわからないのにやったわけです。そうですね。
それは面白いからやった。面白いからです。いやいや一番の原動力かと思いますよ。面白いって。そうそこがなんかこう僕マウントアダプターの、僕はあまりマウントアダプター使ってなくて、カッキーはすごいマウントアダプター仕事でも使うぐらいなんですけど、でマウントアダプターの面白さを今見てる人たちに分かりやすく伝えるとしたらどういうことなのかっていうのを僕前から柿中でマウントアダプターの会をやろうと思ったけど、どうしても俺は語れないし、ぜひ2人に、マウントアダプターの楽しみ、なかなか難しいですよ。難しいですよね。難しいでしょこれは。面白い。いろんな人が見てると思うんですけど、マウントアダプター持ってる人は1割2割なんじゃないかなと思うんですよ、これ見てる人。まあね、残る8割ぐらいの人にマウントアダプター何が楽しいんですよって言えるか。まあね、でもどうやろうか、もうこの部屋見ただけでも面白いやん。まあそうや。これにこれついてる、あれに何でついてんねんっていうこの面白さもあるし、もちろんその先にね、その描写の話もされてる。そうですよ。デジタルにすごい合うっていう風な表現もされてる。そんな僕らは全く見向こうにしなかったレンズを、これはデジタルに合うよっていうような判断もできるぐらいの知識の蓄えもあるわけじゃないですか。そこが広がっていくだけでもめちゃくちゃ楽しいと思うんですよ。いろいろな知識がそこにまあ可能性がすごい広がってくるからね。そうですね。それでその我々はそのアマチュアのね、マニアとしてこういうことを進めていったんですけど、そのある時そのマイクロフォーサーズの映像の業務機っていうのが出たんですよ。はいはい、わかります。パナソニック。パナソニック AF105 っていうそれが出た時に、そのカメラマンがみんな、電子のピントじゃ、俺たちマニュアルで撮影するのに、もう電源切ったらなんかリセットされちゃうとか、ピント違っちゃう。このレンズじゃ、この純正のパナソニックのレンズじゃ俺たち撮影できないよっていう話になったんですよ。そうしたらなんかうちにわっと押し寄せて、その時からね、そのプロのお客さんっていうのがガッと増えたんですよ。面白い。なるほど。それまではどっちかというとこうマニアの世界だったっていうようなところが、買い求めるのもマニアだったのが、使う方のプロとかが逆にこうすごい求め出した。そうです。制作会社からガンガン電話が来るようになって面白い。それでね、その時にテレビの業界の人と写真の業界の人と映画の業界の人っていうのが3つ全然その近いようであんま交流のない業界だったんだけど、それが三つどもえになってうわーっときてそこに僕がいたっていうのがめちゃくちゃ面白かったですね。求められてたんですね、時代にね。そうテレビの人は今までこのちっちゃい3分の2とかの CCD って撮るしかなかったものが大きな、映画みたいな大きなことで、映画の人たちはもうカメラの助手、50歳ぐらいまでやって次やっとカメラに触れるっていう世界だったのが、自分で買ってカメラ持ってる、やれる。スチルの人はどうでした？スチルの人たち。スチルの人たちも古いレンズが面白いなとかを探そうとしてます。このレンズはどんな絵になるんやの幅がドカーン広がったんですもんね。だからちょうどあれですよ、僕はヤシコンのレンズ、基本的にアダプターつけて使ってますけど、それの値段がガチコーン上がったんですよね。値段がもうそうですね、みんながまずサイズをね求めに行きます。そうです。それと同時に誰も絞らなくなった。面白いな。そうですよね。ボケ。そう、誰もね、もうちょっと絞った方がいいんじゃないのって思う。すごい浅い描写が流行った。で、フルサイズがキヤノンが5D とかでちょっとメジャーになってきたぐらいの時にみんながボケね憧れたし、で G1 って言ったらコンパクトカメラよりボケるんだっ
そうっていうこんなに時がね CMOS でかくなってうんこんなにボケれるんやーっていうのはみんな楽しかったでしょううね。ん写真機書き中一般の人たちにもマウントアダプターって使えるしプロも使えるし、んなんかこうすごい広いニッチですよね。だからもう本当にどこにでも関係ある。だってこういうことしちゃえばどんなカメラにだってレンズつけられるしこんなん最高やで本当。ただはい。流行る前とかうん流行り始めの時は僕のとこでみんな買っててくれたんですけど、はいはもうアマゾンとかでうわーっとこう全部出てきちゃう。うんここで大量生産して人儲けしようみたいなのもあったんですか？だんだんやっぱ流行ってきたから、そこがどこまで大きくなるかっていうのはやっぱ見えてないんですよ。大儲けみたいなことには何にもならないんですよ。あからさまに商売気があまり感じられないですかうんだってこの 3D プリンター1個あってこれ作って売るとしたらものすごいコストがかかっちゃうわけじゃないですか。いやこれなんかが 3D プリンターで作ったものなんですけど、こえのマウントは全部 M マウントにしといて、はいでこれは金属使えます。それでそのこっちのカメラをどんなカメラでも M マウントにしてくれればつくよっていう形をとってやってるんですね。なるほど。オリンパスエースっていうすごいやっぱレアなレンズになってなんかシグマのエピにはもうすでに見えないですよね。いやいやめちゃくちゃかっこいいよねでもね。めちゃめちゃいいよ。なんでしょうね。これはオート110の感じをちょっと狙ってわわわいやでも本当このバランスといいさちょっとこっから見た8ミリカメラみいやたいな。もううわもうカメラのちょっと鳥肌立ちますね。ねいいこの感じやっぱこうレンズ自体の重みも含めてすごい逆にバランス取れてるような。このカメラもこのカメラもかっこいいですよね。そうなんだろう純正のレンズよりかっこいいんじゃないかって思えちゃうのは何なんでしょうね。ただこれに純正つけるとこんな長くなっちゃうから、今のレンズはね、うんそういうのも確かにある。オールドレンズのいいところは小さいですよね。収まり感がいいですね。重量感もすごいいい。プラスチックじゃないっていうこの雰囲気、めちゃええよ。もう触っただけでわかるよこれ。ちょっと触らしてや。本当だ。これなんかどう持つのかなと思ったけどすげえしっくりきた。こういうことね。そうなんです。これがなるほど。でそれもお客さんにはねちゃんとこっちにグリップ作れよって言われるんですけど嫌なんですよ。なるほど。そっちじゃないんだと。そう。だからこだわりも小菅さんのすごい半端ないんですよね。このレンズが好きっていうのもわかるかな。このレンズすごいね滑らかなんでね。いいわ。でそれなんかはお客さんがレンズを送ってきてこれの作ってくれって言われたんですね。で前まではそういう対応はできなくてやっぱ何十個か出来上がってきちゃうんで、本当にレアなものもねそのアダプターっていうのは作れなかったんですけど、もうこれがあれば 3D プリンターがあればまあ1個から作れるんで。おおまた世界が広がった。なるほど。逆に言うとオーダーメイドみたいな感じにもなっているということなんですかね。そうなんですよ。素晴らしいですね。どういう組み合わせしたろうかとかそんな風に考えながらそうですね。そのちょっと従来の付け方じゃ付けられないみたいな、その付け方を考えるのが面白いでしょうね。これとこれくっついてこんなになったとかもそれが生まれる時って、行幸ですよ。わかる。なんか映る喜びみたいのをまた新たに再発見できるわけですよね。マウントアダプターとかこういう改造とか仮にねフィルムとの相性でとか見てるのとまたこうデジタルとの相性で見る時って全然違うし、全然違うからやっぱ新しい世界が広がるわけじゃない。
そうだよね。それが無限大にあると思ったらもう楽しくてしゃあないでしょうね。でもですね、最新回の柿中の最新回ではーちゃんっていう女性がいて、その子はまだ20代なんですけど、マウントアダプターでなんだっけ、ペンタックスの前のタクマアレンジ、タクマを EOS につけてたりとかしてたんですよ。だからもうちょっとカルチャーショックで、どこで調べてそれ使おうと思ったのみたいなのが、だから今は情報がすごいいろいろ浸透してて、そういう楽しみを本当に求めてる人がそれこそ世界中にいるんだなと思うと、なんかやってることが分かる気がします。今なんかずっと先を走ってますよね。そうやることすべて先走ってますもんね。YouTube も10年前でしょ。ネットが全然広まったような時にネットで仲間を集めた上でネットで発信してるわけですし。でもね、そのやりたいことをやるっていうのは、やりたいから一番投資しちゃうわけじゃないですか。お金も使っちゃうわけじゃないですか、一番。そうするとね、やっぱすぐ次の人には追い越されちゃう。なるほど。先を行くファーストペンギンは必ずしも優位に立つとかそういうことではない。どっちかっていうとお金使って体力削って、すげえいい話になってきたな。僕はもうあれですよ。そのファーストの人こそがもう神やと思いますよ。よし、ちょっとだから今日来てよかったな。おすすめの組み合わせちょっと聞いてみたいです。最近のおすすめの組み合わせみたいな。これとこれの組み合わせ。いやね、やりだすともうキリがなくて、例えばこんなレンズ、これなんかは